織田信長だ。お前ら、また自分探しとか言って、うろうろしておるのか。よいか。最初にきつく言っておく。何でもそこそこできますほど、使えぬ兵はない。戦場なら真っ先に死ぬタイプだ。今の世はどうだ。子供の習い事ランキングだの。プログラミングだの。英会話だの。水泳だの。ピアノだの。親は将来役に立つスキルをバランスよくなどとご立派なことを並べておるが、結果として量産されているのは、全部3割で飽きる大人だ。そんな兵を100人集めても、長篠で武田軍は倒せぬ。わしが言いたいのは一つ。中途半端な多芸多彩より、狂った一芸だ。長篠でわしが鉄砲を大量導入したとき、日本全国のおっさん武将たちはこう言った。鉄砲など卑怯。やっぱり武士は槍だ。弓だ。名乗って一騎打ちだ。つまり、伝統芸を広く浅食いとしておったわけだな。で、結果は知っての通りだ。大量の鉄砲で正面から撃ち抜いてやった。理由は単純。火力一点集中こそ、勝ち筋だからだ。現代のお前らも同じだ。視覚をつまみ食いして、動画編集をかじって、プログラミングを触って、英会話アプリで三日坊主。履歴書は賑やかだが、中身はスカスカ。そんなもの、履歴書ではなく、中途半端コレクションだ。敵陣でそんな武器構成を見せられたら、わしは安心して笑う。ああ、こいつらには勝てるとな。一芸に熟達せよ。とは、字面よりずっと残酷な命令だ。一つを選ぶというのは、その他全部を捨てるということだ。お前がこれ一本で行くと決めた瞬間、お前は他の可能性を自分の手で切り捨てる。その覚悟が、ほとんどの現代人にはない。だから、可能性の亡霊として、いつまでもうろうろし続ける。もし本気を出せば、環境さえ良ければ時間さえあればうるさいわ。戦国の世で、そんなことを言った者から死んでいった。よくある勘違いを正しておく。わしが終わりの大うつけと呼ばれていたのは、好き勝手やっていたからではない。既存の常識から見れば理解不能なくらい、一点特化で合理主義だったからだ。茶筅頭で街をうろついたのも、派手な南蛮趣味も、全部ブランディングと情報収集と人心掌握のためだ。うつけを演じて気を抜かせ、油断した相手をひっくり返す。これも一つの芸だ。だからまずいよ。うつけ者と呼ばれるのを怖がるうちは、一芸なんぞ極まらぬ。SNS で痛いやつだと思われたくない。などと震えている者に、天下など取れん。世間の評価を気にするあまり、自分の芸を尖らせる前にヤスリで丸める。結果として、無難で安全で誰からも嫌われない凡人が完成する。おめでとう。だが歴史にも市場にも、そんなものの居場所は狭い。一芸を極めるとは、嫌われることだ。理解されないことだ。笑われることだ。それでもなお、やり続けることだ。わしが鉄砲を三段撃ちに使った時も、そんなもの雨が降ったら終わりだ。弾が切れたらどうすると散々言われた。だからなんだ。使い方を徹底的に工夫して、弾も補給も運用も全部まとめて設計した。それが、一芸に熟達するということだ。道具を持つだけで派芸ではない。運用、訓練、補給、戦場選び、全部ひっくるめてやりきって、初めて芸と呼べる。今の子供の習い事ブームも同じだ。水泳、英語、プログラミング、ピアノ、全部やらせておいて、子供の可能性を広げたいなどと親は言うが、可能性というのは広げるものではない。削って尖らせるものだ。鉄の貝をそのまま大事に抱えておいても刀にはならぬ。火に入れ、打ち、削り、折って、また打ち直す。その苦痛の工程を通って、初めて武器になる。お前らがやっているのは、鉄くずコレクションを増やしているだけだ。では、どうやって中途半端な自分から抜け出すか。いいか、順に叩き込んでやる。第一に、攻撃を一点に集約せよ。無駄なことはするな。これはわしの口癖だが、現代にもそのまま通用する。今の自分の時間の使い方を、紙に書き出してみよう。勤務、移動、SNS、動画、ゲーム、飲み会、惰性の付き合い。そこから、自分の一芸の鍛錬ではない時間を徹底的にぶった切れ。ためらうな。泣き言を言う暇があるなら、
10本首しろ。コードを10行書け。フレーズを10回弾け。それを毎日やれ。第2に、仕事は自分で探して作り出すものだ。一芸に生きるというのは、誰かがくれる練習メニューを待つ生き方ではない。わしは楽一楽座で商人に特権を与えたが、誰にでも与えたわけではない。自分で動いて、リスクを取って、売り場を作れる奴に場を与えた。現代で言えば、案件がないからスキルを活かせないと言っている時点で、まだその芸は趣味だ。仕事になっておらぬ。本気で一芸を極めたいなら、自分からこのスキルを入れることで、相手の利益がどう増えるかを企画し、提案し、売り込め。それをやらぬ限り、何年続けてもお前の芸は、自己満足のお遊びで終わる。第3に、中途半端な自尊心を焼き払え。わしが比叡山を焼き討ちしたのは、単に気に入らなかったからではない。既得権と古い権威にしがみついて、実力もなく、利権だけ食っていたからだ。お前の心の中にも、そういう比叡山がある。本気出せばやれるはずの自分像だ。実力もないのに、プライドだけ高い。何かに挑戦しようとすると、その比叡山が吹いてくる。失敗したらみっともないぞ。今のポジションを失うぞ。よいか。そんなものは燃やせ。わしは現実に山を一つ焼いたのだ。お前も自分の中の山くらい焼き払え。第4に、凡庸な努力は努力ではないと知れ。毎日ちょっとずつ、なんてぬるいことを言っておるうちは、世界は1ミリも変わらぬ。もちろん継続は必要だ。だが、一度も歯を食いしばっては来そうになるくらいまでやったことのない継続は、ただの日課だ。わしは城を一つ築くたびに、資材、職人、物流、治安、税制、文化、全部を同時に動かした。現代で言えば、SNS 運用と営業とプロダクト改善と学習と、体調管理を、一気に同時マルチタスクでぶん回すくらいのことだ。それを、一つの芸を鍛えるプロジェクトとして設計する。これくらいやって初めて、一芸に生きていると言える。では、一芸はどう選ぶか。これも勘違いするな。好きなことを仕事にしろという甘い言葉が流行っておるが、それは半分しか正しくない。わしは戦が好きだったが、それ以上に天下をどう動かすかが好きだった。鉄砲も南蛮貿易も都市づくりも、全部は天下布武という一本の芯に紐づいていた。つまり、一芸とは、自分の人生の目的を実現するための特化した輪だ。お前に問う。何のために生きている？答えられぬのなら、まずはそこからだ。別に崇高なものでなくてよい。金を稼ぎまくって親を見返したい。この業界で名前を残したい。誰もやってない表現を作りたい。何でもよい。その目的のために最も役立つ派は何か。それが、お前の選ぶべき一芸だ。流行りや偏差値で選ぶから、途中で折れるのだ。そして最後に、これは残酷な真実だが、言っておく。才能がないと気づくのも、熟達の一部だ。わしはすべての戦で勝ったわけではない。浅井、朝倉、一向一揆、武田、毛利。何度も読み違え、苦戦した。だが、そこで自分には才能がないと座り込むのではなく、勝てる土俵はどこか、落ちまなごになって探した。槍で勝てぬ相手には、鉄砲で挑む。牙で負けるなら、地形で殺す。正面で勝てぬなら、経済で締め上げる。これもまた、一芸を磨くということだ。お前が選んだ道で、思ったほど伸びぬなら、それでよい。途中でやめるな。最低でも3年は狂ったようにのめり込め。その上で、どうしても自分より優れている奴がゴロゴロいる。と冷静に観察しろ。その時に初めて、この一芸を武器として持ちつつ、別の角度で勝つ。という発想が生まれる。最初から保険をかけるな。まずは一点突破。その後に横へ広げろ。順番を間違えるから、全部中途半端になるのだ。今の日本は、器用貧乏が溢れている国だ。だがな、戦国時代に天下取りに一番必要だったのは、器用貧乏を切り捨てる冷酷さと、異常なまでにのまった一芸を持つ馬鹿を拾う勇気だった。わしが秀吉を抜擢したのもそうだ。身分も血筋もどうでもよい。必要だったのは、状況をひっくり返す一芸だけだ。お前がこれからの時代を生き抜きたいなら、何でもそこそこできますという呪いの言葉を捨てろ。
周りに馬鹿にされるくらいでちょうどよい。あいつまだそれやってんのと笑われるくらいでいい。その笑いが消えた時、お前の芸はようやく武器になっている。中途半端な自分から抜け出す方法は、実はとてもシンプルだ。やることを減らし、やる量を増やし、やめずに続ける。それだけだ。才能があるかないかは、その後の話だ。才能の有無を語る前に、まずは血の一滴が変わるほどの鍛錬をしたか。自分に問え、天下を取る気がないなら、好きに生きればよい。だが、今の自分にうんざりしているなら、今日から歯を一つに絞れ。攻撃を一点に集約せよ。無駄なことはするな。わしからの教えは、それだけだ。